上から入れるラウンドティッシュカバーの作り方です。ホック止めになっていて、広げるとこのようになっています。ここから出し入れできます。出来上がりサイズの内寸は横が25センチ、縦が13センチ、高さが7センチです。普通のティッシュの箱なら入ります。横はこのように綺麗に仕上げていますが、作り方はとても簡単です。プレゼントにもおすすめです。使っている生地は表がオックス生地で、裏は綿ポリ生地を使っています。今回は防水オックス生地を使ったので、接着芯はなしで作りました。薄手の生地やしっかりさせたい時は表布だけでも接着芯を貼ることをおすすめします。身近な生地で作る時なら表がオックス生地で、裏はシーチングくらいがおすすめです。材料はこちらです。表布2枚と裏布2枚、横は27センチ、縦は24センチです。サイド用の布が横15センチ、縦25センチ。あとホックを2組用意します。カーブを描きます。横が27センチになるように置いて、半分に折って5センチカーブを描きます。半径が5センチで、なければ10センチのお皿でも良いです。角を切り取ります。布に方向があるときは上を切り取ります。重ねて切ると簡単です。合わせて一緒に重ねてしまうと少し歪むので、重ねて切るときは1枚ずつこのように輪にして重ねます。表同士を合わせて、底を1センチの縫い代で縫います。裏布には返し口を作りたいので、重ねてから真ん中あたりに10センチの返し口の印をつけます。返し口を開けて1センチの縫い代で縫います。開いて縫い代を片方に倒してアイロンを当てます。今回は後で返し口を縫い閉じるので、開かずに片方に倒します。返し口のある方もまっすぐにして開きます。横に引いてアイロンを当てます。横布を縫います。半分に折って輪を上にします。下から7センチ印をつけて、上の角から2センチにも印をつけます。この点を結んだ線を切り取ります。両方とも対称になるように折って切ります。
留めておいて、もう一枚も輪を上にして重ねて切ると早いです。ここをカットします。開くとこのような形になります。中表に合わせて1センチの縫い代で縫います。もう1枚も同じように縫います。この角のところに切り目を入れて表に返します。表からアイロンを当てます。手でこのようにグリグリっとして端をきれいに出します。もう一枚も同じようにします。今柄は反対になってますが、表から見える方は後でこちら側を表面にします。向きがある時はこのように表向きにして山のところに端ミシンをかけます。もう一枚も同じように山のところに端ミシンをかけます。このように2つ縫いました。真ん中に印をつけておきます。上下の模様があるときは反対になる面に印をつけます。全体のパーツをつなげます。表布を広げて、さっき印をつけたパーツを重ねます。真ん中の印が合うようにします。柄に向きがあるときは裏側が柄の向きになります。ここに裏布を重ねます。縫い代が逆方向に倒れるように調整します。表が右側なので裏は左に倒れるように真ん中を合わせて留め替えます。周りも留めて1センチの縫い代で縫います。カーブを縫うときは内側にカーブのラインを描いておくと縫いやすくなります。今回は5センチカーブなので4センチカーブを内側に描きます。このようなカーブ定規を使うと便利です。簡単に作れるので概要欄にリンクを貼っておきます。
カーブのところを5ミリぐらい切り取ります。全部のカーブを切り取ります。返し口から表に返します。返し口から手を入れてカーブのところを指できれいに出します。横は引くようにして引き出してアイロンを当てます。表側からカーブのところもアイロンを当てます。返し口のところが開いているので端ミシンで縫い閉じます。横を立てて合わせていきます。端を合わせて留めます。反対側も留めます。下から縫って反対側の下まで縫います。このように縫えています。反対側も同じように合わせます。同じように底から反対側の底まで縫います。ホックをつけます。ホックは真ん中から9センチ、上から2センチのところに穴を開けます。真ん中から横に9センチ。下に2センチです。印をつけたら2枚重ねて穴を開けます。一度重ねて真ん中を留めてから穴を開けると開けやすいです。